ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。小松代表のハース F1 プレシーズンテスト全体最多周回、タイヤのデグラデーションが改善の話題です。ハースはバーレーンの F1 テストでタイヤのデグラデーションが改善されたことで、ドライバーたちが厄介な車と戦うことはなくなったということです。バーレーンのプレシーズンテストではハースはチーム最多の走行距離を記録し441周を周回しました。ハースは2024年に向けて順位を大きく上げることは期待していないとしながらも、前年に直面したタイヤのデグラデーション問題への対策に主眼を置きました。小松綾央チーム代表によると、ハースはプレシーズンテストで予定よりも速く走り出し、当初の予想よりもレースで競争力を発揮できるマシンに仕上がったと語っています。ケビン・マグヌッセンとニコ・ヒュルケンベルグがタイヤの問題でペースが上がらず、2023年のコンストラクターズ選手権を最下位で終えていました。予選ではしばしば力強いペースを見せましたが、レースでは苦戦を強いられました。シーズンオフにギュンター・シュタイナーからチームを引き継いだ小松代表は、マシンを走らせる前に今年のスタートは厳しいものになると警告していました。ハースはこの問題がいかに大きな足かせになっているかをよく理解しており、2月21日からバーレーンで行われた F1 プレシーズンテストではレース距離での走行に完全に集中し、何が問題なのかを突き止めようとしました。新型 VF24 から得た答えに勇気づけられた小松代表は、マグヌッセンとヒュルケンベルグがこれからのシーズンでより安定した走りを楽しめると感じています。昨年のマシンは一貫性がなく、かなり厄介だった。タイヤのコンディション、風のコンディション、路面温度などコンディションによってマシンの挙動が変わる。今年のマシンは予測可能な挙動をしている。安定している。確かにダウンフォースはまだ足りないし、特に高速域と中低速域の特性のバランスは取れていない。小松代表はレーサー誌に次のように語っています。完璧とは言えないが、まずまずと言える。この3日間のテストから何を達成する必要があるかに全員が集中しており、それに基づいてプログラムを策定し実行した。昨日のプログラムを調整したほどだ。だからテストプログラムとして絶対に必要なところよりも前に進んでいる。ケビンは午前中に最初の予選シミュレーションとレースシミュレーションを完了し、2個も引き継いでレースシミュレーションを完了した。小松代表は、ハースが2024年型マシンから引き出すことができたパフォーマンスには大いに驚いていると話し、その主な要因の一つとしてドライバーの自信を上げています。来週になってみないとわからないから自信を持ってあまり言いたくはないんだけど、僕が見ているところでは勇気づけられるよ。テストプログラムに関しては、私が先行していると言っているということは、私が予想していたよりも少し良いということだ。車の基本的なベースと一貫性、 GPS のトレースではまだダウンフォースが足りないのがわかるし、高速コーナーでは遅いけれど特性、一貫性、予測可能性という点では改善が見られる。小松代表はその努力が実を結び、シーズン序盤のアップグレードに先立ち許容範囲内のベースラインでシーズンをスタートすることができたと考えています。また良いグリッドを獲得するためではなく、レースペースを上げるためにマシンを煮詰めていくという考え方は、今シーズンの残りの戦いに向けても維持されると小松代表は語っています。解決したい最大の問題は何かを決めなければならない。予選で7番手になって日曜日に交代するのでは意味がない。予選14番手でもレースができてトップ10に入れる車があればいい。それが目標だ。来週末に突然ここに来て予選のためにマシンを最適化し始めるつもりはない。このアプローチは
ハースが2024年の土曜日をあまり楽しめないことを意味しますが、最終的にはチームにとってより良いプラットフォームになると小松代表は考えています。我々の問題やそれがどれだけフラストレーションに満ちているかは誰もが知っていることだろう。最終戦のアブダビを見てほしい。基本的にローンチカーで戦ったんだ。昨年もそうだった。そういう意味ではみんなを納得させるのは難しくない。同時にもちろんみんなは僕らの車が一周のペースでどれだけ速いかを知りたがっている。でもメッセージは明確でなければならない。今回のテストで必要なことがあるとすれば、それはタイヤマネジメントとロングランペースについて学ぶことだ。目的を達成したらあとはそれを実行するだけだ。それ以外は全てノイズだ。また小松代表は今年のマシンについて次のように述べています。ニコもケビンも去年はできなかったような安定した走りができるようになった。昨年はそれができなかったんだ。マグヌッセン自身もマシンから進歩を感じていると語っています。高燃費でのレース走行を多くこなし、その問題に対処しようとしている。まだ完全には治っていないけど日曜日に差をつけるには十分だと思う。今年も全チームが接戦になることを期待している。マグヌッセンはシュタイナーに代わって小松氏がチーム代表を務めることになって、ハース内部のスピリットはとても良いと考えています。シュタイナーはチームメンバーにもファンにも人気があったが、マグヌッセンは小松代表のエンジニアリング経歴がチーム内でこれまでもたらした影響を称賛しています。バーレーンでプレシーズンテストが始まった時、マグヌッセンはみんながチームの変化を見たがっていると思う。ギュンターを恨んでいる人はいないと思うし、彼はチームのほとんどの人にとって家族のような存在だった。でも結局のところ僕たちは競争して結果を出すためにここにいるんだと話しています。前にも言ったようにチームのメンバー全員がその一員であり、全員がステップアップしなければならないと思う。エンジニアが指揮を執ることで非常にテクニカルなスポーツであり、ご存知のように効果的な開発ができるようになる。それは変化を生むと思う。バーレーンのサーキットに乗り込んで以来、ハースの中で気づいた変化についてさらに振り返ったマグヌッセンは、小松氏の昇格がアメリカのチームにさらなるモチベーションをもたらしたとポジティブに語っています。チーム全体がとても活気に満ちていると感じるよ。彼らにとってはチームを率いている人がいて、その人に相談すれば理解してもらえると感じられることがモチベーションにつながっているんだと思う。彼らは最近チーフベースエンジニアの経験を積んだ小松代表に相談するようになった。今のところみんなお互いにもっと話しているし、ある意味団結していると思う。どうなるか見てみよう。今のところとてもポジティブな雰囲気だと思う。バーレーンでの2日目、マグヌッセンはテスト中にチームには進歩の兆しが見られたものの、シーズン開幕時に順位が大きく変わることはないだろうと話しています。僕たちがどのくらいのペースで走っているのかはわからない。もし昨年と大きく違う順位にいるのだとしたら、大きなサプライズがあるとしたら驚きだ。今のところ昨年抱えていた問題を解決できたというポジティブな兆候はある。でも昨年は Q3 に進出したり予選でいい走りができたこともあった。2月29日からバーレーングランプリが開幕します。ハース F1 の改善進化を期待していきたいですね。小松代表のハース F1 プレシーズンテスト全体最多周回、タイヤのデグラデーションが改善の話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。
次回のヒロの F1 をお楽しみに。